寒い、ね、東京、雨も降る東京。スティーブ敵戦の視聴者の方は多分覚えてる方も中にいると思うんですが、この前アメリカで40年ぶりにケンタッキー、アメリカの KFC、ケンタッキーフライドチキンを食べたんですね。で、うちの息子のあーちゃんと一緒にいて、車の中で食べて、自分は40年、もう子供の本当に10歳ぐらいの時からもう全然食べてなくて、40年ぶりのケンタッキーフライドチキンというテーマだったんですが、比較的に今度アメリカから日本に来て、日本のケンタッキーフライドチキンとアメリカのケンタッキーフライドチキンはどう違うのか。正直にもう日本に住んでた90年代の方ものあたりにも食べたことはありません。なぜかと、もともと多分あまり美味しくないイメージがあったから食べたいっていう気持ちがなくて、でもこの間アメリカで食べてこうまでじゃないんだけどっていう感じだったんで、日本のケンタッキーはアメリカのケンタッキーはどう違うのか、今日早速食べに来ました。外では食べれないいつもみたいな公園とかでは。だからりょうちゃんあっち見て、後ろケンタッキーを買って2人でカラオケボックスに入ってケンタッキー食いながらでもなんか演歌でも歌ってみようか。じゃあちょっと買ってきます。何ピースで注文すればいいんですね。入れてお願いします。はい、ありがとうございます。はい、いやー、りょうちゃん、少なくてこの時点で言えることは2つあります。丁寧ですね。相変わらずやっぱり日本だな、丁寧だよね。それともう一つ、メニューのやっぱりアメリカと全然違うメニューもあるんだよね。全然違うから楽しい。ポットパイと辛口のチキンとかもあってアメリカにないな。これはすごく楽しみですね。今日のケンタッキー。じゃあカラオケ屋に行こうか。めちゃくちゃ久しぶりだよ。カラオケボックスに入ったのはね。カラオケ大好きだよ。ね、一人カラオケで、車の中でよく歌うことあるんだけど、カラオケボックスに来て、これから歌おうとしているのは、5年、6年ぶりかもしれないな。お腹空いてるんだけど、もうちょっと食欲が出るように、ウォーミングアップという意味で、昭和の親父なんで、のおっさんなんで、昭和のおっさんのカラオケの曲を一つちょっと歌えをさせてもらいましょう。聞くしないで、若い人はね、古い曲もいい曲もいっぱいあるんで、ちょっと要約入れてみます。浜章はどうですか、浜章。いいね。あんまりもう声もガラガラなんで、本当に許してね、あんまり歌えないんで。眠れずに泣いていたんだろう。彼からの電話待ち続けて。立って歌った方が気持ちいいんだよね。今夜街に出よう、友達に借りた車で海まで走ろう。見つめて見つめてやばい。子供の頃君が夢見てたものことなどできないかもしれない。ただいつもそばにいて手を貸してあげよう。受け取ってほしいこの指輪を、受け取ってほしいこのいいなぁ、りょうちゃんありがとうございます。声がガラガラなんだけど歌えて嬉しい。はい、よかったっす。素晴らしいです。ありがとうございます。食べよう。食べましょう。ケンタッキーフライドチキンとカラオケ最高のコンビだな。嬉しい。ケンタッキーにほら詳しくないんじゃない？この間40年ぶりに行ったからさ。だから日本のケンタッキーに
まあアメリカで食べたそのオリジナルチキン、そしてアメリカになさそうなものをはい買ってみたんだよ、あ日本にしかないようなものとかもうちょっと食べてみたら、はいはいよりいい、まあ比較じゃないんだけど、なんか日本のケンタッキーのおー、これほらアメリカに絶対ない、さっき見たらびっくりした。これは辛いやつ、辛口のチキンだよね。これはもうアメリカにない。これ最後に食べようか、やっぱりね、これ最初食べると口の中がもうね、あれになっちゃうんで、でもいい匂いだよ、りょうちゃん。これはすごいいい匂いで、あとアメリカにないのはもうまあないんだろうと思うポットパイ。これ美味しそうだったから追加の注文しちゃったんだよね。これを見たらこれもいいね、ポットパイ、それとこれはアメリカの箱と違うね、可愛いよね。冬バージョンなのこれは。開けてみようか。綺麗になんていうのはパッキングしてますよね、これも。おー、なんかアメリカの箱と違うんだよね。ナプキンはちゃんと入ってるね。ポテトフライセットで注文したので、お、いい匂いしてるね、これ。いい匂い。そして4ピース、これはビスケットなんじゃないですか、りょうちゃん。ほら、日本のビスケットはアメリカのビスケット違う、ほら、穴が4ピースのチキンセットですね。これはケンタッキーの匂いってあるんだよね。アメリカの匂いの方がちょっと強烈にこうそのケンタッキーの匂いだったんだけど、これ同じちょっと落ち着いた感じの匂いですね。こっからオリジナルからいこうか、やっぱりこの間アメリカで食べたから同じものをやっぱり食べて比べるのが一番いいんですね。わあ、これは英語だったのわかる？なんて読むのか。ドラムスティックと言いますよ。ドラムスティック。大きいんだよね。油がやっぱりもうあっちもと同じなように光るんだよね。初、日本でのケンタッキーフライチキン。ね、楽しみです。いただきます。もう肉ない。もうちょっとこの太いちゃんと肉がいっぱいついてるやつ食べてみたいな。これは何、胸？同じ痩せる通りの胸だったのかな。足とこれはセットで。そうかもしれないですね。これも食べてみよう。お願いします。これ美味しいよ。これうまい。これ悪くないよね。じゃあもう一口。美味しい。美味しいですか？美味しい。正直にさ、俺手で食べるのはあんまり好きじゃない。っていうのはもうね、面白いでしょ。俺車好きな人って俺オイル交換でも車のエンジンをばらしてどんなに汚くなってみる。食べるとこういう風になるとなんか嫌なところあるんだよな。でも味がいいよ。どうですか？肉、美味しいよ。その揚げた部分と肉のバランス、これは美味しいな。これ悪くはない。最高までは言えないかもしれないけど悪くはないな。いいな、ケンタッキーとカラオケ、喧嘩カラオケともうケンタッキーは最高のコンビじゃないですか。あのふるさとへ帰ろうかな、帰ろうかな。なんで演歌になるとまた声が出るようになったんで、さっきまでガラガラだったのになんか元気が出た。調子が出てきます。ケンタッキーのおかげなのかな。たまには酒でも飲んでるだろうか。あのふるさとへ帰ろうかな、帰ろうかな。今日飛行機の中に寝れるね。もうこれでもうアウト完全になる。
いいね。やっぱり変化いいよ、りょうちゃん。最高でした。いいね。サムズアップ。これの次はじゃあポテトフライもはい。もうちょっと試してみたいですね。柔らかいっていうか、なんていうのかな。硬くないものだよね。うん。塩が気持ちだけがかかってかかりすぎ。もうちょっとあってもいいかなと思う、自分の個人の好みで。でも、悪くはないな。ちっちゃいな。これアメリカ人だったら一口でもうなくなるんだよ。で、はい、次はって感じなんだけど。でも、美味しいね。まあ、美味しい。美味しい。まあ。ね。ちなみにさ、これは、今日買ってきたものを、ほんで、2300、2400円ぐらいだよね。そうですね。どうだろう。安いと言えないな。まあ2人分は基本的にあるんで、まあ悪くもないけどね。でも安くもないって感じです。これ気に入ったビスケット。これになんかつけるマッシュポテトはないな。そうですね。ないですね。グレービーもないね。じゃあこれはこのままで食べるものです。かわいいね。ちょっと。なんか欲しいよな。ビスケットはビスケットなんだけど、なんかバターはグレービーか、美味しいビスケットだよ。でもグレービーかポテトか何かに入れて多分食べるのもっと美味しく感じる。それと今日のメニューでアメリカにない日本にしかない、この辛口のやつが、これはねどっちかといえばこっちの方がうわーすごいね。すごいですね。オリジナルほどなんていうのか、その油がで光ってないんだよね。このドラムスティックはなんかさっきよりもうちょっと元気な鳥から取ったものみたいのでありがとうのご苦労さん。養鶏場で働いてね、こともあるからかわいそうなんだけど、鳥がでももう食べなきゃね。じゃあ行ってみます。よっしゃ。こっちの方が美味しいよ。こっちの方が美味しいよ。これはりょうちゃん。これはうまい。全部これはいいよ。美味しいですか。すごいっすね。やっぱり分かった。日本で食べるなら日本のオリジナルものにするのは正解じゃないですか。オリジナルはもうオリジナル、やっぱりケンタッキーというの日本の独自のこういうオリジナルメニューというのはこれの方が美味しいよ。今の美味しく辛くて美味しいよ今の。わあ、なんか揚げ方がちょっと違うのかな。同じはずだよね。なんだけど、うまいよこれ。今日も明日も日は昇る日本列島夢街道。素晴らしいですね。初めて歌ったよ。視聴者の方にね、それ教えていただいて歌ってみたいなと思ってずっと。いいね、これはいいよね。いいっす。全国のトラックの運転手さんにこれに今送りしましたありがとう。素晴らしい。知らないでしょ。いや、初めて聞きました。かっこいいでしょ。かっこいい曲ですね。やっぱなんか誰より君を愛している深夜の君の電
寂しい声を聞けばいい曲だよ。今君に誓うよ、僕を信じていて、いいことばかりじゃないけど、涙はもういらない。そういう曲です。おすすめです。これは大好きな曲だったね。これはもう何百回も歌ったことあるけど、昔ね、大好きな曲。友達の結婚式で歌ったことあるんだよね。もうずっとその場にいて、愛を送りたいから、愛を送りたいから、 Forever we can get along together。 スティーブ、発音うめえよ、おめえは。どうやって日本英語覚えたんだろう。うめえよな、発音が。よく言われました。最後の方だけだね。英語のところは違うな、日本人と。いい曲だよ、これはいい曲。最後に今日買ってきたのは、これはポットパイも買ったんだよね。はい。開けやすいよね、日本のパッキングが。はい。こう取って簡単にこう開いて、でこのままで食べられるって、はい。下になんかポットがあるんだよ。見てこれ、ポットパイだよね。はい。ということは、こう上にこれなんか帽子みたいなのか、こうどうするの？このうわあ、これでスプーンでポットパイ、はい。ちょっとパイのところまで行きたいんだよね。ポットが、これパイの下にあるポットまで、あった、ポットが中にある。なんかなんか野菜も入ってて、シチューみたいな。うん。さあ、いきます。はい。冬にこれはいいんじゃない？うん、いや、寒い今日みたいな日に。はい。あ、このシチューが美味しいよ。本当ですか？これやっぱりさっき言ったように、はい、日本のオリジナルのものにすると美味しいんだよね。でもね、これ外国人だからそう言ってるのかわかんないけど、アメリカにないからこそここで食べるとなんかおいしく感じるっていうのもあるかもしれないよね。はい、辛くしても美味しい。ポテトはまあまあ美味しい。オリジナルはオリジナルですね。っていう言い方なんだけど、はい、アメリカと比べてみると、まあさっきもちょっと言ったんだけど、スタッフの人たちの対応はすごい良かった。丁寧だよね。アメリカでほら、テイクアウトで車の中で同じ英語なのに全く何言ってるのか、その時はね、嫌だった。こっちはそうでもない、ちょっと待ってくださいって、ごゆっくりどうぞっていうのがあったんで、全然急ぎじゃなかった。で、あとはグレービーとマッシュポテトあればもっといいんだよね。何よりこれをカラオケ屋さんに持ってきて、これも食べながらカラオケ歌えるのは楽しいよね。これはオリジナルアメリカのメニューはもう普通にあるんだけど、そういうオリジナルもっとこういうのもねあるとよりアメリカに多分ないと思う。多分これないと思うので、日本で食べるとなんか美味しくなんか感じますね。美味しい。またケンタッキーいけるな。